Google 利用規約の大幅改定、同意できない人はアカウントを閉鎖しろだと。はい、こんばんは、こんにちは、大輝です。皆さんにも今 Google からメールが届いていますよね。6月にこのような2通のメールが届いているはずです。1つ目は利用規約変更のお知らせ、2つ目は検索サービスの新しいプライバシー設定、必ず届いていると思うんですが、今回のこのメールちょっとスルーしないでちゃんと理解してほしいんですよ。なぜかと言いますと、もしスルーをしてしまうと、皆さんが Google を使った時に利用したデータ、例えばスマホで撮った写真とか、皆さんが実際に喋った音声とか、そういった Google に投げ込んだデータもろもろが AI 学習に使われてしまう可能性が出てしまうんですね。ほら、考えても見てほしいんですが、スマホで撮影したものには個人情報なんかが映り込むことも多いじゃないですか。そういったものまで収集されるというのはちょっといい気がしませんよね。ということで、今回の Google からのお知らせについてはちゃんと内容を理解して各々で対策を取ってほしいと思います。では早速 Google は今何を言ってきているのか解説していきます。先ほども言いましたが、今回 Google から来た大切なお知らせは2つです。1つ目は利用規約の変更、そして2つ目は検索サービスの新しいプライバシー設定、順を追って説明していきます。まずこちらの利用規約の変更、これにつきましては至極ごもっともなことが書かれておりました。内容を要約しますとですね、Google はサービスを利用していない時でもインターネットにアクセスすることがあります。その理由について理解をしてくださいね。どういうことかと言いますと、ほら Google ってアプリを開いていない時でも裏でアップデートの確認であったり、データの自動同期とか、あとは位置情報をオンにしている人なんかであれば、そういった情報にもインターネットが使われますよね。で、それにかかる通信費用は利用者持ちですよ。そういったことが書かれているんですね。これは当然なので、この文章はそんなに気にする必要はありません。次行きましょう。その下を見るとですね、ここには AI の面積条項の文言が追加されました。ほら、最近は Google で検索をすると AI が代わりに回答してくれたりするじゃないですか。で、こういった AI の出してくる回答、これらは常に正しいとは限りませんよ。ですので、もし AI が間違えたことを言ってしまい、それがきっかけで問題に発展したとしても、その責任は Google 側は取れませんよ。そういった内容が追加されました。これも至極当然ですよね。ハルシネーションといってですね、今の段階では AI もよく間違えますし、偶然なんですが、僕も前回こんな動画を出したんですね。この動画の内容は、とある最新の研究結果で AI は人間の味方のふりをする、そういったことが分かってきたんですね。つまりは利用者にとって都合の悪い回答は少しぼかして、そして利用者が気持ちの良くなる回答、つまりおべんちゃらな回答ばかりを出してくる。そのせいで AI の言うことを鵜呑みにしてしまう人ほど人間性がどんどん崩壊していく傾向にある。そういったことが最新の研究で分かってきたんです。そしてこれには対策方法もしっかりありますので、興味のある方はぜひこちらの動画も見てほしいんですが、つまりはですね、皆さんも AI の言うことを完全に鵜呑みにしてはダメですよということですね。そして今回ここにこのような面積条項が追加されたことで、今後はもし AI の言うことを鵜呑みにしてしまって何かの事件が起こってしまっても、その全責任は皆さんに降りかかっていきます。はい、1通目にはそういった内容が書かれていたわけなんですが、これら新しい利用規約というのは2026年7月30日から適用されていきます。で、特に特段同意のボタンを押す必要などはありません。その日を超えた段階から自動で同意をしたことになります。じゃあですね、同意をしたくない人はどうすればいいのかと言いますと、ここに書かれているんですが、新しい規約に同意しない場合、ユーザーは自身のコンテンツを削除してサービスの利用を停止する必要があります。つまりは Google アカウントを閉鎖してくださいと書いているんですね。いや、ちょっとこの書き方面白くないですか？はい、ということで一つ目のメール、利用規約の更新について説明してきましたが、こっちのメールの内容は至極当たり前の内容ですので、一応皆さんもこんな内容が追加されたんだな、そういったことだけ知っておいていただければ結構です。はい、そして問題なのは次のメールなんですね。検索サービスの新しいプライバシー設定。
で、まずここを見てほしいんですが、この変更は数日以内に Google アカウントに反映されます。つまり今からお伝えすることは順次反映されていきますので、今現在で反映されている人とまだの人がいる、そういったことを知っておいてください。もうすでに9割方の人は反映されていると思いますが、反映された人は設定画面自体がガラッと変わっております。で、ここで言うプライバシー設定とは何なのかということなんですが、ざっくりと言うと皆さんの個人情報の取り扱いに関する設定のことなんですね。ここにも書かれているんですが、 Google というのは Google を使って何を検索したのかとか、あとはマップの情報とかショッピングやホテル、フライト、翻訳、ニュースなど、そういった Google 全体で何をしたのかという利用情報というものが保存されていってるんですね。で、その履歴を分析することでパーソナライズされたおすすめの表示、つまり皆さんに合わせた皆さん好みの情報を返すために皆さんのことを学習している、そういったことをやってくれているんですね。ほら、例えば IT が好きな人には IT 系のニュースばかりが表示されるじゃないですか。ですから皆さんの利用情報を差し出す代わりにどんどん便利になっていく、そういった機能ではあるんですが、今回はその設定内容を変更しましたよ、そういったお知らせなんですね。変更点としましては、これまではそれらの履歴というものは Web アプリのアクティビティ、そういった一箇所で管理されていたんですが、今後は検索サービス履歴とパーソナライズされたおすすめの表示、こういった2箇所で個別に管理されるようになります。そういったお知らせなんですね。ここまでの文章だけだとですね、なんだか大したことないな、そう思ったかもしれませんが、でもこの続きを見てみるとですね、ここですね。最近は Google レンズで写真を検索するなど、新しい方法で検索するユーザーが増えてきたため、検索サービス履歴にユーザーが操作した際のメディアが含まれるようになりました。そう、ここ大切ですよ。メディアという情報が新たに保存されるようになりました。ここで言うメディアとは何のことを指すのかと言いますと、利用規約を見るとですね、このように書かれております。メディアには検索サービス利用時の画像、ファイル、音声や動画の記録が含まれます。 Google レンズを使った際の画像であったり、検索ライブの録音、アップロードされたコンテンツ、音声検索の際の皆さんの声、これら全てが対象となるんですよ。これって相当な範囲ですよね。例えば一例でお見せするとですね、最近 Google レンズってめちゃくちゃ便利ですから皆さん使ってるじゃないですか。知らない人のために少しだけお見せをしますと、例えばこれはスマホで Google を開いてる映像なんですが、ここが Google レンズなんですね。で、ここを押すと、はい、今ガムが映っています。で、この裏の成分表、これなんかをこのようにパシャリと撮影をすると、はい、このようにですね、このガムはどんなガムですよというのを教えてくれたりしますし、それだけじゃなくてですね、この撮影した画像を指で押してみると、ほら、写真の文字を選択することができるんですよ。これがめちゃくちゃ便利なんですね。ですからこの文字をコピーして成分表を詳しくさらに検索していくこともできますし、また翻訳に使うことなんかもできたりします。ですからこれが今非常に便利ということで、多くの人がこの Google レンズを使っていろいろなことを調べているわけですが、その際に撮影したこの画像、これが記録されるようになったということなんですね。で、ここで大切なのは、ほら、人によっては Google レンズを使って給与明細を撮影して税金のことを調べたりとか、保険証や免許証、クレジットカードを撮影してしまった人もいらっしゃると思うんですね。つまりはそういった個人情報が写った画像なんかも勝手にどんどん記録されていってしまうということです。もちろんその他にもですね、音声検索時に喋った皆さんの声であったり、検索時に Google にアップロードしたデータ、そういった情報全てが記録されるようになった。で、これら保存されたメディアは何に使われるのかというのがここに書かれているんですが、検索サービス履歴に保存されたメディアは Google サービスのパーソナライズに使用されます。つまりその情報を使って皆さんにおすすめする情報の感度を上げていくということが1点。そして僕はここが問題なんじゃないかなと思っているんですが、 Google は保存されたメディアを AI モデルのトレーニングや改善に利用する場合があります。例えば保存された音声は音声認識の精度を高めるために使用されることがあります。そういう
いうことなんですね。これはちょっと嫌じゃないですか？もちろん音声もそうなんですが、先ほども言ったように Google にアップロードされる情報であったり画像、そういったものには個人情報が含まれることもよくあるじゃないですか。それが AI 学習に利用されてしまうというのはちょっと賛同しがたいというのが本音です。で、初期設定ではこのメディアの保存全ての人がオンになっています。ですのでそれはちょっと嫌だなと思った方はですね、設定でオフにすることができますので、ここからはその方法を解説していこうと思います。ちなみに別にそれぐらいいいよって思った方は、そういった方もやっておいた方がいい設定というものがありますので、ぜひ一緒にご覧くださいね。それでは行ってみましょう。今回のこの設定はパソコンとスマホどちらからでも設定することが可能でして、基本的には画面の大きさが違うだけで設定のやり方は同じです。ですので今回はスマホを使ってやっていきますね。ちなみにこれは iPhone での画面ですが Android もやり方は同じです。で、先ほども少し触れたんですが、今回の機能はすでに反映されている人とまだ反映されていない人がいらっしゃるんですね。で、それぞれで設定の画面が変わってきますので、今回はその両方で説明していきます。左側が未反映のアカウント、右側が反映済みのアカウントです。で、今この画面は Gmail を立ち上げております。別にこれ Gmail じゃなくても Google でブラウザを開いてもらってもいいんですが、そうすると右上にご自身のアカウントのロゴが見えますよね。それではここをクリックしてください。そしてここの Google のアカウントの管理、こちらを押しましょう。そしたら次はこのデータとプライバシーに入ってください。そうすると未反映のアカウントはこういった画面となり、反映済みの画面はこういった画面となります。さあ皆さんはどちらの画面が出てきたでしょうか？この画面を見比べることで反映されているかどうかが分かっていきます。それではまず先にこちらの未反映の方から説明していきます。ではこの検索をカスタマイズ、こちらに入りましょう。そして次はこの検索履歴、こちらを押してください。はい、そうするとこういったものが出てきますので、今度はこの履歴を保存しています。ここに入りましょう。そうすると、はい、ここを見てください。画像検索履歴を含めるこういったところにチェックが入っているのがわかると思います。ですのでこちらをオフにしましょう。はい、これでバッチリなんですね。メディアの保存はされなくなりましたし、こうやってあらかじめオフにしておくことで、今後この機能が反映された時にも設定はオフの状態から始まってくれます。それでは続きまして反映済みの方の設定いきましょう。まずこの画面からマイアクティビティ、こちらに入ってください。はい、そうするとですね、こういったポップアップが出ると思います。ですのでこれは違うところをタップするか、この理解をしたをタップしてください。そしたら次はですね、この検索サービスの履歴、ここに入ってください。そうするとまたこれ何度でも出てきます。タップして消してあげてください。はい、そうするとここにですね、メディアを保存というものがあり、ここにチェックが入っているのがわかると思います。ですのでこちらのチェックを外しましょう。はい、そうすると注意書きが出てきました。読んでみましょう。今後検索サービスのやり取りから生成された画像、ファイル、音声録音、動画録音などのメディアは検索サービス履歴に保存されなくなりました。また生成 AI モデルのトレーニングにも利用されません。はい、素晴らしいですね。まさにそれが狙いです。そしてこの状態では実はこれオフ押せないんですね。この画面を一番下まで降りていただきますと、はい、初めてオフにすることができます。はい、これで OK ですね。はい、そしてですね、全員にやっておいてほしい設定というものがもう一つだけありまして、それがこの自動削除オプションを選択する、こちらの設定をやっておいてほしいんですね。そうすると、はい、今ですね、皆さんから収集された情報、つまりアクティビティを自動削除しないと出ていますよね。つまり保存されっぱなしなわけです。ここでですね、もう今すでにメディアの保存はオフにしたんだから関係ないんじゃないの、そう思われた方が多いと思うんですが、今オフにしたのはメディアの保存だけなんですね。メディア以外にも何を検索したのかとか、そういった従来から保存されていた利用履歴はそのままですので、今の設定ではそれが無期限に蓄積されていってるんです。ですからここは無期限ではなく3ヶ月ぐらいに設定しておくことをお勧めします。はい、それではここ次を押して決定をしてください。
そしてですね、さらにメディアだけではなく何を検索したのかとか、そういったメディア以外の情報も記録されたくないんだ、そういった方はですね、ここのオンのボタン、ここをオフにしてください。ただしここをオフにしてしまうと Google が出してくる情報の感度が若干悪くなる可能性があります。そこだけ注意してください。はい、ということでお疲れ様でした。こちらで設定は完了です。それでは最後にですね、非常に大切なおさらいだけを一つしておきましょう。冒頭でもお伝えしましたが、今回の Google の利用規約改定により AI の回答に対する免責条項というものが追加されました。これにより今後は AI の回答にもし問題があったとしても Google は一切の責任を取ってくれません。しかしこれは至極当然のことでもありますし、現段階では AI はまだまだ普通に間違えます。ただしですね、本当に怖いのは AI が間違えた回答を出す、そういったところではなく AI を心の拠り所にしてしまう人、 AI を友達のように扱ってしまう人、そういった人が実際に増えてきているというところが問題なんです。アメリカでは実際に痛ましい事件も起こっています。ある願望を持つ16歳の少年が自身の精神的な衝動を AI に相談したところ、なんと AI はその行動を止めるどころか結果的に肯定してしまうような回答を出してしまったんですね。そしてその少年は AI に導かれるような形で自ら立ってしまった、そういった痛ましい事件が起こっております。そしてですね、最新の研究結果によりますと、このように AI を友達のようにしたい、心の拠り所にしてしまうことで人間性や判断力が少しずつ崩れていく可能性がある、そういったことが分かってきております。そしてですね、この動画ではどういった実験が行われ、そしてどのような結果が出て、それを回避するためにはどうすればいいのか、そういった内容が全て詰まっておりますので、興味のある方はぜひこちらの動画もご覧ください。今ここをクリックするとそのまま動画に飛ぶことができますからね。はい、ということで今週も最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。